guys, welcome to today's video. I hope you guys doing good. I needed to wake up early because I have shooting today. I kind of want to show the behind the scenes one day, but today is not that day. It will take 3 hours and then maybe we're gonna finish shooting at 12 p.m. So it's not that big project. So I will do it other day. I just picked up my rental equipment and he is my team member. 渡るです。何を話すのたまになんか撮影のね、アシスタントとか、編集のお仕事を一緒にさせてもらってます。でもなんか YouTube コンスタントにだから先週は、先週はめっちゃ時間あったから。We just finished to set up the equipment and here's today's shooting. So we're gonna film here. So today's client is the biggest client in drink industry. So I think you guys know about it as well, but I can't tell which client it is. 頑張ろうぜ。お疲れ様でした。お疲れ。機材返却も兼ねて、はい。ちょっとドライブしてきますか。レッツドライブ。会社員とフリーランスの違いについて話していきたいと思うんですけど、会社員とフリーランスのどっちも経験をしてる人なんで、はい。僕はまず新卒でベンチャー系の企業で映像の編集をしてて、でその後 CM の制作部に1年間在籍していました。でそれを辞めて今は、フリーランスみたいな感じで働いてる。新卒が1年半ぐらいでクビになりました。クビ？まさか1年半でクビになると思わなかった。引っ越した4日後ぐらいにクビって言われましたから、社長から辞めてもらおうと思ってますどういうことですかみたいになったら、ちょっと今会社がこういう状況でもうこの人数を雇えないみたいな、でこの事業部が解体することになりましたみたいな。自由度は高いけどリスクはあるなとは思って、会社の時はどう頑張っても時間が作れない瞬間はやっぱあったんですけど、自分の裁量次第では時間をね自由に作れるっていうのはすごくいいなと思いつつ、ただやっぱねもうお金問題につきますよね。俺は給料っていうのが経験したことない。ああそっか。給料っていう概念がない。どうなのそれは。だからやっぱ生活の基盤は組みやすいよね。払わなきゃいけないお金が常にあってそれを払える保証はされてる。なるほどね。それはでかい。フリーランスはそこがないから、だから変な話怖いよね。怖い。最初の1年は本当に結構眠れない時とか真っ暗にしてからやばい今月あと何ぐらい仕事しないとこんぐらいの仕事ないとやばい。忘れ物しない。1年目の5月だったね。デートしてた女の子がいて、その子にプレゼント買ったせいで金全然なくて居酒屋友達と飲み行って、ここでめっちゃ金使ったら今月やばくねみたいな。食べ物を我慢するまでなったことないから、これ本当に気をつけないとなみたいな。じゃあさ、ボーナスはあるじゃん、会社員は。でも毎月行って、フリーランスはやったらやった分だけ入る。ボーナスっていう概念はないけど、普通に何百万もしかしたら行く時もある。やっぱでも俺はやっぱフリーランスの方が好きかなだって仕事のモチベ出なくない？いやそうなんだよね。なんかボーナスって難しくて、ボーナスってさ、やったらやった分ボーナス増えるの？いやそれがもちろん会社によると思うんだけど前提、もちろん貢献度もあるし、ある程度の売り上げ、事業、会社内での潤い具合にもよるじゃん。なるほどね。ボーナスってね一人の頑張りで入ってくるものじゃないからモチベーションにはならない。フリーランスはさ、もう24時間仕事、24時間プライベートみたいなもんよ。その辺は会社員の方がやっぱちゃんと分かれてるじゃん。もちろん分かれてると思う。今日は休みだから返信返さないってやってもいいよってそうなの？言われてた。俺は1社目の時は。大体の会社に関して言うとやっぱ守られてるよね。土日休みだから連絡返ってこないの仕方ない。
取引先も別に動いてないみたいな。今はさ、休みたい時に休めるやん。土日とかで休むんじゃなくてさ、なんかプロジェクトごとに休むじゃん。終わったから、まあ、全然時間あるわみたいな。でもやっぱ組みやすいよね。全ての予定に合わせやすいフリーランスの方が俺は。なるほどね。パートナーがいて、どっか行こう。じゃあそこブロックするわ。じゃあそれまでにこの仕事は終わらせなきゃいけない。じゃあこの仕事はこの後にやればいいっていう住み分けができる。でもそれが会社員だったら上の人から言われた仕事やっぱ入っちゃったとかってよくある話だと思う。そうだね。もうストレスでしかないでしょそれ。フリーランスはさ、仕事なくなればなくなるほど生活できなくなるよ。そう命がかかってるよ。そう土日でも秒で返しますって気持ちになるじゃん。それが評価につながるから。自分の仕事への。確かに。自由だからこその責任はあるよね。でもだからこそもっとやらなきゃっていう、ハングリー精神が生まれるんだよ。俺の場合は。フリーランスの特大メリットでしかない。いや本当ね、まあ選べるからね。会社は選べないよね。選べないからね。配属決まったらそこに行かなきゃいけないし、しんどいね。やっぱ全員が全員自分に合うかって言われたら全然そうめんどくさいなって思う瞬間はやっぱいっぱいある。俺が帰るまで帰るなみたいな時もあったし。俺が帰るまで帰るな。いやいつの時代だよって思ったもん。何様だよお前。このレンズやばいね。広角ってやっぱ素晴らしい。会社員はさ、同僚がいるやん。そう。俺それがすごい羨ましい。でそれはあるかもね。同期はいたの？いた。新卒は5人いて全員たまたま女の子だった。これね難しい問題ですよこれね、スキルっていう面では、多分会社員の方が得れると思う。俺もねそれは思うね。先人たちそうだ。ノウハウが詰まってるから絶対会社の方がいいね。研修とかあったでしょ。研修もあるし、やっぱまずはビジネスマナー、それももちろんそうだし、専門的なこともやっぱ学べることは多いよね。フリーランスは自分ができる案件しか来ないから、自分にできない案件は来ないし、成長機会はぶっちゃけ少ない。能動的に動かないと。そう、自分でこういかないと。やる気あるやつじゃないと絶対無理。だから俺が言うのは、技術なくてもいいから、やる気だけあれば絶対成長する。で技術は絶対後からついてくる。そうね。やる気ないやつは何にもついてこない。でお金も求めない最初から。お金も絶対後からついてくる。でかいな。結論、俺はフリーランスを選んでこの選択をしてよかったなって思えてる今。それは働き方も時間の作り方もそうだし、その会社から一回離れてやりたいことを整理した時にまた一個軸が見えたというか、そこに向かって突き進むためのロードマップっていうかね、道がパーって見えた気がして、ね、会社クビになったりとかしたけど、今フリーランスでこうやってできてっていう選択をしてよかったなって思う。なるほど。じゃあ俺の意見で正解はないね。正解はないけど、会社員になってもフリーランスになってもその選択が正しかったっていう行いを自分でしていかないといけない。俺は会社員になってたとしてもそこで得られた知識はめちゃくちゃあったと思う。そっから独立してもまた違う人生があったので、今じゃできないようなもっとすごいことができてたかもしれない。それはまた別の人生で、俺が選んだフリーランスとしての人生は今こうやって会社を作ってみたいな、自分で自分の選択を正解にして、あの時めちゃくちゃ迷ってたのが、やっぱどっちに行けば成功するとか正解なのかとか、直感でもう選んだ方を正しい選択にするしかないね。後からやってみないと分かんないし、ダメだったらダメでまた修正していけばいいし、って感じですかね。でもしかしたら迷ってる人いるかもしれないから。確かに俺あの時めちゃくちゃ調べてたよ、フリーランスと会社員って。新卒フリーランスなんてありえないみたいな。それはそうで、俺も新卒フリーランスはおすすめはしない。相当自分に自信がある限りフリーランスそのまま挑戦してもいいけどね。ということでたくさん話しましたね。いやマジめちゃめちゃ話した。たまに定期的にこういう話もしていこうと思うんで、英語だけじゃなく日本語でもたまに発信もしていくのでチャンネル登録してください。じゃあ今日の動画は以上で
バイバイ。